今回は、アニメ、早々のフリーレン、第7話、おとぎ話のようなものを見た視聴者の反応を紹介します。それでは、どうぞ。なぜフェルンは話が進むごとに、ずんぐりむっくりな体型になってるんですか？お前も今ずんぐりむっくりになってきてるだろ。冬が近づいてるから脂肪を蓄えてる。エルフに比べて人間の時間の進み方は早いんだよ。ということを見せるため、シュタルクは岩どかす作業の時に、なんでドラゴン倒したパワーを出さないんだ？サボり？その気になればできるけど、勢い良すぎて道まで破壊しかねないから。でもそれ以前にシュタルクのやる気がない。めんどくさいなこいつ。毒舌フェルン最高。なんでやシュタルク、フェルンの呼び捨てタメ口やん。あれは年変わんないと言いつつ、自分よりちょっと年下だと認識してんのかな？自分はフリーレンにも呼び捨てタメ口なのにね。フェルンの場合は、様付けからのいきなりタメ口だから、ギャップがすごいんじゃないの？いくらなんでも、フェルンのシュタルクへの態度がひどすぎる。この表現は、服が透けて見える魔法を使ってからではないのか？フェルンのシュタルク第一印象は、フリーレン様、こいつはダメです、だからな。フリーレン捕まってもフェルンは何も動じてなかったけど、普段からよく捕まってるのか？それともフリーレンなら簡単に脱獄できるから？死ぬわけないからだろうな。師匠の強さなんてよくわかってる。絶対に余裕だと信じてるんだろ。ヒンメルイケメンだよな。中身がもうイケメン。死んでからもフリーレンの心の中に住み続けるわけだ。前半のヒンメルの、君が一人で寂しくならないように、の言い方がめちゃくちゃ愛情こもってて最高だったよ。叶わない恋に切なくもあり、これ以上ないほど愛おしそうでもあり、満足です。フランメがおとぎ話になって、フランメといたフリーレンが寂しそうだったから。ヒンメルは将来ヒンメルが同じようにおとぎ話になって、フリーレンを孤独にしないために像を作りまくった。おかげでヒンメルたちと、ヒンメルといたフリーレンが、ここにちゃんといた証拠が、あちこちに残ってる。ヒンメルはフリーレンのためだけに、すげえ愛だよな。ヒンメルのナルシストな言動には、ちゃんと意味があったのか、と思って感心した。ナルシストって基本的に自分大好きな反面、他者への関心は希薄なイメージあるけど、ヒンメルみたいな、気配りがちゃんとできるタイプのナルシストは好きだぜ。勇者様、早くとどめを。躊躇するヒンメル。まだ子供だ。子供の魔族。娘を食った？この世界の魔族は人食いなのか。痛いよ。お母さん。絶妙な声出しよる。感情のこもらない子供の声だ。ちょろいじゃない。もういい、私がやる。フリーレンだけ、鬼殺隊みたいなメンタルしてんな。村長さん。償う機会を与えてやろう。いい人だな。村長の意見を尊重しよう。ふざけないで。被害者の前で言うセリフじゃないな。村長。子供いるのに、子供亡くした親の気持ちわからんのか。今殺しておかないと後悔するよ。僕たちには言葉がある。ヒンメルならそういう。フリーレンだけは、魔族をよくわかってるって反応だ。とりあえずの様子見。吉と出るか京と出るか。ハイターまた酒飲んでる。生臭坊主め。フリーレンのドライな眼差し。なんかいい感じじゃない。うまくやれてるのでは。無表情だけど可愛い。普通のラノベなら愛情が芽生えるよね。ヒンメルもにっこり。村長さんちが燃えてる。村長が嘘だろ。爪痕がエグい。やっぱこうなるのか。ヒンメルの悲痛な表情。なぜ村長を殺した？何か問題が？って顔。やっぱりあの時殺しておくべきだった。あなたの娘の代わりを用意しました。代わりっておい。ちょっと何言っているのかわからない。狂ってやがる。これが魔族の善意なのか。その子は村長の娘だ。村長はもういないじゃない。魔族ちゃんさ。本当に話が通じないんだな。これは言葉で解決しませんわ。ヒンメル早判断が早い。的確に腕だけ切ったのすげえ。やっぱヒンメル強いんだな。もう止めないよね。ヒンメルの怒り具合がよくわかる、トーンの低い返事。お母さん、棒。また言うか。フリーレンは容赦しない。なるほど、魔族にはそもそも、家族って概念が存在しないのか。お母さんは魔法の言葉。人間が殺せなくなるから。人間の攻撃を止める魔法ってわけだな。もうなんか根本的に相入れないな。なるほど、この作品の魔族の扱いが、よくわかるエピソードだったな。
前半と後半の温度差ひどい。後半は魔族が人類にとって、どういう存在かが凝縮されてたわ。前半のヒンメルのいいシーンの余韻が、後半の魔族のせいであっという間に吹き飛んでしまった。魔族やばいな。人間のツボをバッチリ心得てる。この作品は魔族の設定が面白いのよね。子供の魔族もエグかった。この作品の魔族はサイコパスをひどくしたような設定だな。若い魔族が棒読みなのよかった。お母さんが見事な棒読みで感心した。子供魔族のエピソードは、声と動きがあるとサイコホラー感が増すな。用意しました。私が食べてしまったあなたの娘の代わりを。ここ下手くそなりにエミャ可能な限りの、親睦を深めようとする声出してなかった？怖すぎた。演技が素晴らしくてまさに、人の小姉で再生されるテープレコーダーの内容。みたいな感じがしてめっちゃ怖かった。とりあえず命拾いした。でも殺意抱かれるのは嫌だな、までは理解できるけど。そこで代わりの子供を渡そうとしちゃうのがね。せめてヒンメルが出ていくまで待たないあたり。マジで敵意はなくて本気で和解案として有効だとした行動っぽいのが救いようがない。なんで村長の子供を差し出したかと考えると、相手の敵意に反応して、このままだと自分の立場が危うい、と感じての行動であって、決して、自分がこの人間の子供を殺してしまった、という罪悪感ではないっていう。こんなの共存できるわけないんだよな。そこが作用を理解して、父上とナクリュグナーとの経験の差よな。お母さんといえば殺されないというところまでは理解していたが、それがどういう文脈に基づくものだったかは、分かってなかったので応用が効かない。ああいう状況判断のミスを切り抜けて場数を踏むと、ユグナーとかになるんだよな。魔族には次を与えないのが一番だ。殺しておけばよかったのよって言葉がその通りすぎる。犠牲者が、魔族に不要な優しさを見せてしまった村長だけだったのは、皮肉な結末。優しさが巡り巡って優しくした人たちに牙を向く展開は、かなり見てて辛かった。魔族と相入れないですよって教えるためのシーンとはいえ、残された村長の娘を考えると、すっきりしねえ。村長家族と魔族を見守って笑顔になってたヒンメルが、現実突きつけられた時の顔が痛ましかった。この事件ヒンメル一生後悔してそうだな。教訓にはなったけど村長犠牲になってるし。もう止めないよねって、フリーレンの言葉に対するヒンメルの、が、後悔の滲んだ震えた声で心に来たわ。ヒンメルは優しいけど、単なるお人よしというわけではないのかな。人殺した魔族にも一度だけ更生のチャンスを与えて、反省や改心が見られなかった場合には、容赦なく切り捨ててたし。しかし死後も回想という形で、ヒンメルの掘り下げがなされてるのは驚きだよ。そういえば魔族ってどうやって増えるんだ？死んだらリポップするわけでもないだろうに。一応魔族も親から生まれるらしい。生まれたら放置で勝手に育つから、親とかの概念はないみたいだけど。最初に子供魔族出してきたのうまいよな。この世界だと分かり合えない説得力が増すよね。子供の魔族見てると、クバールさんって恐ろしいほど分かりやすかったな。誰が見ても敵ってわかるし。リーニエちゃんは可愛いだけだったな。リーニエちゃんは立ってるだけで可愛いね。一番正統派に可愛い女魔族だと思う。リーニエちゃんとは仲良くできる気がしてきた。リンゴシャクシャク可愛い。リーニエちゃん可愛すぎて、俺も魔族に騙されちゃいそうだ。あんな可愛い魔族にギュッてされて、えへへ捕まえた、って言われたら、冒険が終わっちゃうよ。その後丸かじりにされるし、終わるのは人生もだよ。人の形してる魔族は、見た目も無駄にいいのが腹立つな。顔がいい。見た目も綺麗。言葉も話せる。落ち着きがあって優しい声で近づいてくる。こいつらはこいつらで成長しているんだ。人類が油断してくれる方向に。言われてみれば魔族全員美形だな。人間の美的感覚に対応して進化してそう。医療もいるから、その魔族のやり方次第で姿が変わるのかもね。つまりアウラちゃんは可愛いのが確定じゃない。なんであんな殺意マシマシのフリーレン様に喧嘩売ったんだか。フリーレンは自分を雑魚に見せかけて、魔族を騙し討ちしまくるのが得意だからしゃあない。この魔族もフリーレンが弱いと見て先走っちゃった。私は君たちが尊敬してるアウラより強いよ。みたいなこと言ってる場面で思ったんだが、フリーレン様って地味に煽りスキルも高そう。長いこと生きてるだけあって口も達者なんだろうけど、あれはフリーレンなりの慈悲なんだと思う。それでもいいの？
なら遠慮しないけど、みたいな感じで始末してきたんだと思う。単に試してるだけだよ。ガチで実力に気づいてないアホかどうか。今日も面白かった。初めて見る感覚のアニメだけど楽しい。フリーレン見てる時って、体感時間がエルフになる。急なシリアス展開、ここからバトルアニメになりそう。特に大きな事件が起こるでもなく、淡々と物語が進行していくのが、このアニメの持ち味かなと思っていたから、B パートになってまるで別作品みたいに空気が一変したのは驚いたよね。この静かな盛り上がり続々した。来週が楽しみすぎる。今回の次回予告で鳥肌立ちましたわ。最後無音になるのいい。次回で原作タイトル回収か、熱いやん。ご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いします。それではまた。